家の正面の大きくなりすぎた杉の木を何本か切りたかったんですけど、ちょうど深い斜面で重機が入りにくいということで半分諦めていたんですけど、今年結構雪が降ってくれたせいで重機を入れることができたんです。で、雪国ならでの、木の倒し方があったので今回紹介いたします。ここ新潟は日本屈指の雪国で、同じ雪でも新潟の雪は湿った重い雪なんですね。その雪に耐える難儀さが粘り強さとしなやかさを兼ね備えた杉を育てるらしいんです。他の有名ブランド杉と比べても成長速度が3分の2程度で遅いんですね。それで伐採できるまで60年以上かかるらしいんです。こうして美しい木目と強い耐久性が生まれる。地元では柱にもよく使うと言ってました。今までこうやって座間で見れなかった景色がこんな感じになるかもしれないです。こんな感じ。始まるよ。
本は使えるんだけど、こっちは向こう側の下の1本が1玉ぐらいか。この2本使えればいいかな。今回の取引のことなんですけど、最近国産の杉の木のお値段がそこそこ高いということで、伐採した木をですね、杉の木を持っていく代わりに、切り賃はタダでやってもらってたんですね。でも、思ったより曲がってるって言われて、倒した木の半分ぐらいしか使えないと。私だけが得したような感じになっちゃって、ちょっと悪いなと。でも、まだ家の裏の方の杉は太くて、もうまっすぐな木が多いので、そこで挽回するって言われました。ありがたいですね。本当に助かってます。見てても危ないなと思いますね。じゃあこれを取りに来るのも来週？来週終わってから、下終わってから。まだ完全に切ったわけじゃないですけど、とりあえず景色変わりましたね。下側まで谷が全部見えるようになったんですよ。お隣からまたおはぎいただきました。なんかいろいろ持ってきてくれるんですよ。ベビーチーズとおはぎいただきます。うまいわ。何歳ぐらいかな。何歳ぐらいかなと思って、木林っていうのを数えてみたんですけど、ちょっと数えにくいところもありまして、だいたい80から90、80年は過ぎてるという判断です。一番でかいのがそうなんですけど、ちっちゃいのは60とかありましてね。だから60歳から80、90、そんな感じです。90歳ぐらいじゃないかと思われるんですけど、本当かどうかわからないです。素人ですから。倉庫に北海道で釣りやってた時、鮭にはまった時期があってですね、釣りやってた時のつなぎが見つかったので、それで、池の掃除をしようとしてたんですよ。久々に来てたらやっぱり太ってってですね、冬の間に動いてないので、ちょっと、パンパンっていうか見にくかったんですね。それと池は、何ヶ月経ってないですけど、時々水が結構流れてきて、もう綺麗になってるんです。毒は抜けたんじゃないかと思われてですね。実はうちの部落に息子さんが趣味で錦鯉を飼ってる家がありまして、池きれいにしたら、生まれる錦鯉の稚魚の中で、いらないやつを、分けてあげてもいいよっていう話があったので、池の中に早く入れたいなと思って掃除を始めたんですけど、ポンプで水を抜いて、ちゃんとしないといけないかなって思いますね。それとですね、最近チャット GPT っていうのにハマっていて、いろいろ書類を作ってもらったりが試してるんですけど、この池に錦鯉が泳ぐ姿をお願いしたら、こんな感じでイメージを作ってくれました。綺麗ですよね。ますます夢が膨らみます。